こんにちは。Learn Japanese with Fun のリカです。さあ、日本の2月、本当に盛りだくさんなんですよね。前回の動画でお話しした節分をはじめとして、先日はちょうど有名な北海道の札幌雪まつりが開催されましたね。すごい大きな雪の作品がたくさん、しかも毎年違う大規模のお祭りが札幌で毎年この時期にありますので、来年の日程ぜひ調べて日本の旅行を計画してみてください。2月は他の月よりも短いですが、なんとその中に2日間も祝日があります。一つは建国記念の日です。これは2月の11日、今年は日曜日だったので、日本では日曜日に祝日が来た場合は、その次の月曜日が振り替え休日となって、学校や職場がお休みになります。そして2月23日が天皇誕生日ですね。皆さんどこかで聞いたことがあるような気がしませんか？そうですね。これは12月のクリスマスのビデオの中で天皇誕生日の紹介少しさせていただきました。2019年の5月1日から今の天皇が即位されたので、以前の12月23日から今の2月23日に変わったわけなんですね。さあ、今回紹介するメインの日本の2月のイベント、それは私の誕生日というのも実は2月にあるんです。ですが、これはちょっと冗談として気になる日、バレンタインデーについて一緒に見ていきたいと思います。フランスでもとても盛り上がっているバレンタインデーで、今実は撮影している今日がバレンタインデー当日になります。昨日スーパーに買い物に行ったら、入り口のところにたくさんバラの花束とかハート型のチョコレートとかキャンディーなどもたくさん出ていて、バレンタインのムードを感じているところです。日本はどうなのか皆さん気になりませんか？日本のバレンタインデーも実はかなり盛り上がるんです。そう、まずですね、先ほどフランスのスーパーの話をしましたが、日本ではそんなに花束をバレンタインデーで見かけません。欧米でも人によっていろいろな過ごされ方をするとは思いますが、大体男性が好きな女性や恋人、パートナーにバラの花束を渡す、もしくはチョコレートなどのお菓子、何かプレゼントをする、そして2人でロマンチックな時間を過ごすというのをよく耳にします。ですが、日本では特に女性側から男性へ贈り物をする日、特にチョコレートを渡す日、これがざっくりとした日本のバレンタインデーです。日本にいる友達、他のいろいろな国にいる友達の SNS の投稿など、皆さんどういうことをしてる人が多いのかなとかチェックしたりするんですが、今日ですね、バレンタインデーの投稿でいくつか発見したのは、日本だと手作りのクッキーとか手作りのチョコレートとか、もしくは手作りの料理を恋人やパートナーに振る舞う、そういったことを通じて愛の気持ちなどを主に女性の人たちが表現するというのがメジャーになりますね。なんだ、日本もこういうロマンチックな日なのかと思われた方、実は日本のバレンタインデーそれだけじゃないんです。例えば家族や仲のいい友人、もしくはお世話になっている人など、気にかけている気持ちや感謝の気持ちなどを表すための日でもあります。実は私も日本の家族に、お父さんにはフランスのコーヒー豆を、そして私たちの家族の犬には小さいおもちゃをフランスから国際郵便で送って、ちょうど今日バレンタインデー当日に届いたそうなんです。なのでとても嬉しいです。そうですね、女性側が男性側にチョコとかプレゼントとか何か贈り物をすることが多い日なんですが、なんと1ヶ月後の3月14日にホワイトデーという日があります。このホワイトデーはプレゼントをもらった人がそのお返しをする日。大雑把に言うと、プレゼントをもらった男性が女性にお返しをする、そのような日が3月にあるんですね。さあ、このような日本ならではのバレンタインデーの過ごし方、もう少し見ていくわけなんですが、
いつどうやって日本にバレンタインデーが入ってきたのか、皆さん気になってきませんか？一説によると、日本に初めてバレンタインデーが来たのは1930年代だそうです。お菓子を作っている今でもあるモロゾフという会社が当時外国人向けの新聞に、あなたのバレンタインにチョコを送りましょうというような言葉を書いたと言われています。1945年に第二次世界大戦が終わってから、その後を戦後と言いますが、戦後になって、そして60年代頃にお菓子を作るメーカーなどがバレンタインを普及させたと言われています。最初は友達などの間でプレゼント交換をする日だったそうです。そして徐々に60年代頃にこの日が愛情の日として定着したそうです。そして70年代頃にそのプレゼントとしてチョコレートが定着したそうです。そして80年代になるとそれがどんどん盛り上がってきます。好きな人にたっぷりと思いを込めてチョコレートをプレゼントする、もしくは手作りをして愛情をたっぷり込めてプレゼントをする。この日はとっても大盛り上がりする日になったそうです。そうですね、そこで義理チョコという今でもあるんですが、自分が本当に好きな人、本命とか言ったりしますが、本命の人ではない人、つまり友達だったりとか同僚、お世話になっている人、上司などですね、そういう人にあげるチョコレート、本命に対して義理という言葉を使われますが、これが流行り始めたのがこの時期だと言われています。その後90年代には先ほど言った3月の14日のホワイトデーが普及しました。私は90年代生まれなので、その続きを幼少期、そして今まで生きてきたわけなんですが、小学校、中学校、高校、大学とやはりこのバレンタインデーはとっても特別で楽しい日でした。特に学校のほとんどの女の子のクラスメートが手作りしたチョコレートを持ってきたり、買ったチョコレートを持ってきたり、それがクッキーとかの時もありますね。クッキーとかブラウニーとか、そういうものをみんなが持ってきて、みんなで交換する。とっても楽しい日でした。私は特に甘いものが大好きなので、1年で一番たくさんチョコレートが食べれる日で、とっても幸せでした。好きな男の子がいたら恥ずかしがりながら愛情をたっぷり込めた手作りのチョコを手渡しするという、ちょっとドキドキして可愛い、そんな日だったかなと思います。日本の中学校とか、もしかしたら皆さんもすごい校則とか厳しいイメージを持たれている方も多いかもしれませんが、実際チョコレートを持ってきたり食べたりすることは本当は禁止されているので、先生たちは持ってくることに対しては見て見ないふりをしてくれたりしてたんですが、私はちょっと我慢できずにトイレに隠れて食べてしまいました。そしてですね、なんとその食べている時にちょうど先生が入ってきて怒られてしまいました。これは中学校の思い出です。さあ、少し個人的な思い出話もしましたが、日本のバレンタインデー、今でも変化をし続けているんです。先ほど言ったように友達と交換するチョコレート、これは友チョコと呼ばれたりします。そして職場の人などですね、ちょっと義理の心から渡すチョコレートは義理チョコになります。これは私がだいぶ小さい時から聞いていた言葉なんですが、最近はコロナの年あたりから人と会ったり、何か手作りしたものをたくさん交換するっていう機会とか、人と実際に会ってプレゼントするっていう機会が減ってきて、この義理チョコは減少しているようです。それと同時に、あるデパートが行った調査によると、去年2022年の時に本命のチョコレートを買った人はなんと 4% だけだったそうです。さあ、皆さんどんなチョコを買っているのか気になりますよね。最近のトレンドで言うと、自分チョコ。これ、自分のためにチョコレートを買う。自分チョコですね。そう、このシーズンは日本のデパートなどでチョコレートの特設コーナーっていうのができるんですね。で、普段は買えない場所限定のチョコレートとか、まだ日本にお店がないチョコレートのブランドが日本に来て、その期間だけチョコレートをその
デパートで売ってたりとか、チョコレート好きにはたまらないようなブースができるんですね。なので、自分にプレゼントをするとってもいい機会になります。私が見た YouTube ビデオでは、一人の女性がなんと20万円分チョコレートを買いましたっていう風に言ってたんですね。それぐらい本当にいろんな特別なチョコレートが買える、とってもすごい時期になります。これはですね、自分チョコは、あとご褒美チョコとかも呼ばれるらしいです。自分が何か頑張った、それに対して自分へのご褒美という感じでチョコを買ったりします。あとは、お礼チョコですね。お礼っていう言葉、私と同じような意味なんですが、男性的な言い方になりますので、男性が自分のことを言うとき、お礼って言ったりしますね。なので、男性が自分のために買うチョコ、これがお礼チョコって呼ばれています。もしくは男性があげるチョコですね。今までは女性から男性っていうのが結構はっきりしていたんですが、社会の中でもジェンダーの平等だったり、こういうアイディアが進んできているので、例えば男性から女性だったりっていうのもありですし、あまりこの男女の役割を問わずに楽しんでいただけるような形にも多様化しているようです。そしてこれもすごい面白いんですけど、3つ目が推しチョコ。推し活とか推し、皆さん聞いたことありますか？今は推しの子っていうアニメが世界中でヒットしていますね。推しは、例えば自分が好きなアイドルとか、自分が応援している大好きな人、この人のためのチョコになります。これは実際に推している人に渡す、もしくは会うのが難しい人は、その推しのことを考えて買うチョコ。そして自分で美味しくいただくというのもありだそうです。さあ、こんな感じでしょうか。日本ならではのいろんな習慣、いろんな言葉が出てきましたが、皆さんいかがでしたか？皆さんが特にこれいいなとか、特にこれ面白いなとか、これやってみたいなということがあったら、ぜひコメントで教えてください。もしくは私の動画で紹介されていなかったことで、こういうこと聞いたとか、そういう日本のバレンタインデー事情に関することもぜひシェアしてください。そしてもちろん皆さんの国や地域でのバレンタインの文化、もしくは皆さんの印象に残っているバレンタインの思い出でもいいですよ。ぜひ教えてください。それでは今日もどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。